はい、半年ぶりの Q&A をやります。遅いめちゃくちゃ遅いです。質問した方はもう忘れてるんじゃないかなっていうぐらい遅いんですけど、すいません。ちょっと今日答えていきたいと思います。はい。スピーキングについて今度の動画で教えてください。どのように練習したか、なぜそのようによどみなく言葉が出てくるのか、練習の開始時期ということなんですけれども、スピーキングの前には、ライティングって言ったらですけど、LINE のやり取りでアウトプットを始めました。で、この時点ではインプットをたくさん貯めていたので、大体作文の基礎力がついていたというか、なんとなく勘で日本語の文章は作れたんですけど、一発で出るような感じではなくて、ちょっと迷いながらこれでやってるのかなみたいな感じで、LINE のやり取りベースだとちょっと書く時間はあるので、はい、ゆっくり始めることができました。で、スピーキングってなるともうちょっとスピード感があるというか、すぐに返事しなきゃいけないので、もうちょっと時間的なプレッシャーが増えるから、初めてスピーキングした時は、一応会話はある程度成り立ったんですけど、本当にみたいな感じで文章がちゃんと出ない。そのような喋り方で、それをどうやって直したかというと、シャドーイングをしました。具体的には、YouTube とかで無編集で喋ってる日本人を聞いてる言葉をそのままオウム返しする。そのような感じのシャドーイングをしました。そうなると、自分の文章を作る頭に口の動きを追いつかせなきゃいけないんですよね。そういう意味では、シャドーイングってそういう口の動かし方のところですごく役に立ちました。で、そこで出直してスピーキングをもう一回してみたら、パラパラ出るようにはなっていました。もちろんよどみなく、よどみはあったんですけど、結構すごく喋れるようにはなっていたので、シャドーイングの力が大きかったのかなと思います。なので、大量インプットで基礎力をつける。それに口の動きが追いつくようにシャドーイングする。あとは、場数をこなすしかないんです。たくさんスピーキングして、相手のフィードバック割の、場数をこなすっていうことですね。ここで言うフィードバックっていうのは、通じたっていう経験ですね。大量インプットを貯めといたら、なんとなくこの言い方な気がするみたいな、自信のないアウトプットなんですよね。で、それを実際に口にして、文字だったら文章にして、相手に通じたら、このアウトプットが OK なんだって自分の中では固まっちゃうというか、逆に通じなかった経験っていうのがあると、自分の間違いに気づきやすいんですね。そういったフィードバックで通じた、通じなかったっていう中で、このアウトプットはいい、このアウトプットはダメという風に自分の中で固まっていって、それで場数をこなしまくったら、よどみなく出るようになるということですね。私はそういう風にやりました。てっちゃんが日本語のコンテンツを主張し始めて、どのくらいの時間でどの程度理解できるようになったのか、具体的に知りたいですと。わかりました。裏覚えで申し訳ありませんが、1年間ちょっとで、デジモンアドベンチャーのような子供向けのアニメの多くをすでに理解してたんですね。全セリフっていうわけじゃないんですけど、話が終えるぐらいの理解度はありました。これ日本語の作品を理解できるようになってるんだっていう、初めて感じた作品ですね。で、2年ぐらいで、そうですね、ハンターハンター、銀玉、僕赤とか、そのあたりを見てた気がするんですけど、これも結構多くのセリフを理解していました。もちろんシーンによっては全然何言ってるのかわからないというシーンもあったんですけど、結構理解してたのかなと思います。で、2年目から3年目は確か日本のアニメというよりはドラマの方を見ていたんですけど、それもほとんど理解できるようになってましたね。で、3年目から4年目はもう ADV、サインズゲートとか、ミネコの頃にとか、アニメの方じゃなくてゲームの方です。ゲームといっても文章だらけのもう読むだけのゲーム。もう文字数がエグいですけど、形容するための言葉がたくさん出てくるので、そこですごく語彙力が増えた記憶がありますけど、でも全然読み進める分には問題なかったです。で、5年目ではもう地元で日本語を使うような仕事を始めたり、同僚も日本人ばっかりだったので、思い返すと日本語がおかしいところがまだ全然あったんですけども、立派に流暢だったんじゃないかなと思います。よく海外の方は言語は映画や音楽で楽しく覚えると言ってますが、そもそもある程度の単語や文法を知らないと理解できないと思います。出てる単語すべて調べてたら調べることが多すぎて楽しむところではないんですけど、ところではない気がしてしまうのですが、そのあたりはどうなんでしょう。すべてを調べるのではなくて、i プラス1、要するに、あと一つだけ調べ物したら、だいたいこのセリフは理解できるよっていう文章を探してください。で、この i プラス1っていうのが多ければ、興味をそそられたセリフだけにしてください。今何を言ってるのか気になるなとか、この言葉多分知ってる言葉、もしくは聞き覚えがあるので、どういう意味かちょっと調べてみようとか、急に全体を覚えようとしないでください。キリがないので。目の前のものを一つずつですね。
これ英語だと low hanging fruit って言うんですけど、要するにフルーツが植えてる木があるとして、自分はその木の低くぶら下がってるフルーツにしか手が届かないじゃないですか。そこから掴んでいこうということですね。低くぶら下がってるフルーツを手に取って食べることによって自分が背が高くなっていき、もっと高いところのフルーツを、手に取るようにはなっていく。そういう例え話ですけど、この low hanging fruit から、始めてくださいということですね。パソコンでできる日英同時字幕とかはどうなんでしょうか。やっぱり母国語の字幕はつけずに学びたい言語の字幕だけつけるのがいいですかね。そうですね。同時字幕はあまりおすすめしなくて、なんでかというと、大人の脳って効率的です。理解度が 100% の母国語の字幕と、理解度がじゃあ 10% の外国語の字幕が並べてあると、自分の目はどこに行っちゃうと思いますか？分かる方に行っちゃうじゃないですか。脳は楽な道を選ぶんです。これ脳が悪いってわけじゃなくて、これすごく脳の構造としてはすごく正しいんですけど、脳って無駄な努力はしないから、なので逆に母国語の字幕を外してあまり理解できないチャンネルしかないと、自分の脳が、これを理解できるようにならないと、極端な話生きていけないっていう風に錯覚しちゃうので、第二言語だけの環境を作るっていうのがすごく大事かなと思います。ポルトガル語とスペイン語は似ているので、どちらかをマスターしていればもう一つをやるのにどのくらい楽になるのか。目指すレベルによります。で、先に言っておきますけど、私はスペイン語、ポルトガル語、両方が母国語なので、どちらかをゼロからやるっていう経験はないんですけど、ただ応用すると、例えばイタリア語とか、場合によってはフランス語とかもそうなんですけど、字面を見るだけでなんとなく言いたいことがわかる。100% わかる場合もあるっていうぐらい、発音はちょっと置いといて、字面はすごく似ています。理解度で言ったら、もうめちゃくちゃ理解可能なんですね。なので、その言語でインプットしようとしたら、そういう意味ではすごく楽になるのではないかと思うんですね。問題なのは似すぎているところなんです。で、下手したら自分の脳が同じ言語の方言として捉える可能性があるんですね。で、似てるけど、細かいニュアンスが違うんですね。単語としては一緒だけど、使うニュアンスが若干違うとか、こういう意味でも使えるよとか、そういう細かいところがすごくあります。なので完全に違う言語として自分の中で両方ちゃんと使い分けるのがすごくむずいです。これって正しいポルトガル語では言えるんだっけ？これスペイン語じゃないんだっけ？みたいな、そういうのが多くて、似ているとそういうことになってしまいますね。コミュニケーションを取るではすごく楽ではあるんですけど、ちゃんと使い分けるようになりたいのであれば、侮っちゃいけないかなという感じですね。逆に言うと、スペイン語から日本語っていう風に全然違う系統の言語を覚えると、ざるはそれはあまりないじゃないですか。中国語は日本語化して学習しているのかといったところも聞きたいです。そうですね。特に熟語が似ているから、中国語は、だいたい日本語化して覚えてます。レッチャの場合は1年間くらいは普通に教科書で勉強してたんですよね。ということは最低限の文法を学んだ上での達音なのかなと思います。そうですね。一つ補足なのは、1年間教科書やってなくて数ヶ月、せいぜい半年ぐらいかな。やってたんですけど、で、その1年の後半はどちらかというと、ネットのいろんなマルチリンガルというかポリグロットのアドバイスを聞きながら、いろいろやってみてたんですね。それこそ多読、精読のような、同じコンテンツをわからない単語を調べて何回も聞いて、繰り返してみたいな。で、これらの方法って全然効果のあるいい方法なんですけど、やっぱり自分の中で大発見だったのは大量インプットのことですね。その言語に圧倒的な時間触れることですね。どんなにいい方法を見つけたとしても、それをじゃあ1日ちょっとだけやって終わったら自分の母国語での人生に戻るっていうのをやってれば、もうあまり上達しないので、もう本当にその言語にどっぷり浴び続けないといけないということですね。大量インプットっていうのは必須条件だと。大量インプットさえしてれば、別にその上で文法のドリルとかをやってもいいかなというぐらいなんですけど、結局文法のルールを学んだら、その知識が急に言語力になるわけじゃないんですね。その文法を勉強しといたら、じゃあその次英語をなんか聞いてる時にその文法が出てきたらその一発で理解できるっていうところは間違ってるのかなと思います。で、そういう理解できるインプット、理解できそうなインプットをたくさん続けていると、無意識レベルで自分の脳が言語をなんとなく構造が分かってきて、それが瞬発的な言語力になっていくわけですね。私は別に教科書をやるなと言ってるわけじゃないんですけど、教科書で実際に勉強、いわゆるルールを丸暗記してそのルールに基づいて喋ろうとするとか、そういうんじゃなくって、じゃあ教科書で出てくるような
そういう簡単な例文から読んでいって、理解できるようになっていくとか、そういった例文をフラッシュカードアプリに入れるなり、それで基礎になるので、そういう使い方をお勧めしています。基礎をこなして早速コンテンツに飛び込むというのがおすすめですね。暗記では毎日何個ぐらい新しい単語を覚えてましたか？どのくらい暗記に比重を置けばいいのかなと思っています。基本的には1日10枚を上限にしていて、で、設定では上限をつけることはできるので、今日は仮に作りすぎたとしても、10枚ずつ出ていくので、大きな負担にはならないのかなと思います。で、僕はある時点でもう i プラス1の文章が多すぎて、もう調子に乗って毎日30枚みたいなのを追加するようになって、10枚ずつやっても追いつかないので、そこでじゃあたくさんやろうとか、そういうのをやったりしたんですけど、やっぱり後で来るんですね。後々めちゃくちゃレビューが溜まってくるので、あまりお勧めしません。はい。で、どこかで言ったと思うんですけど、暗記の役割っていうのは、ある単語を目にする頻度を人為的に増やすことであって、普通に大量インプットしていると、言葉って何回も何回も出てくるんですね、自然に。なので、暗記の比重はそこまで置く必要はないかなと思います。大量インプットの方に比重を置いてほしいなと思います。暗記を全く使わない人もいますからね。英語学習についてネイティブでも単語や熟語、文法、構文、イデオムなどをご用していたり、誤った意味を解説している動画があると思いますが、仮にそのご用を誤った意味の説明をしている動画をたくさん見たとしても、様々な人の様々な動画を大量にインプットしていれば、この使い方は間違っている。その説明は違うと気づけるようになるのでしょうか。そうですね。この言い方が間違っているっていう感覚を覚えるのは、普段受けているインプットとずれる時なんですね。なので、要例みたいな動画を見なくても、大量インプットするだけで何が正しいのか、何が間違っているのかっていう感覚は大体身につくのかなと思います。大量インプットしていれば、間違えることはないということはないですし、なので上級者になったら改めてそういうご要例みたいなのを見たり、ご要例を見なくても、じゃあネイティブに間違いを直してもらうとか、そういうので、これ私正しく認識してなかったなっていうのに、気づくようにはなりますし、で、一つだけ補足したいのは、間違った言い方っていうのは2つあって、いわゆる正式的に教科書的には間違ってるけど、ネイティブが実際にやるような間違いと、ネイティブでもやらない、いわゆる外国人しかやらない間違い方ですね。この2つがごっちゃになっちゃいけないのかなと思います。自分はどれを目指しているのかっていうのも意識しながら、ご要例みたいなのを見ていただければと思います。ディクテーションは効果ありますか？毎日読んどくディクテーションをやってますか？退屈です。退屈だったらやらなくてもいいんですけど、ディクテーションの目的は、聞き取りよく聞き取れるようになるっていうことだったら、私は正直やったことないので、効果があるかどうかはわかりません。ただ、手書きの練習だったら、確かにディクテーションしかないのかなと思うんですね。日本語もそうですよね。ちゃんと漢字を手書きで書けるようになりたいのだったら、もうディクテーションをするしかないんですけど、僕はあまり続かなかったので、漢字の手書きはまだ若干苦手なんですけど、でもパソコンで打てるから、正直現代人は、スキルとしてあまり必要ないので、僕はちょっとスキップしていますが、英語で正しいスペルで、いわゆるパソコンの修正機能とかじゃなくて、自分の手で正しいスペルで書けるようになりたいっていう目的であれば、何かしら日記を書くとか、そういうのをするしかないのかなとは思います。で、音読は発音改善のためかな。それだったら、つまらないとのことなんで、シャドーイングをやってみてはいかがでしょうか。シャドーイングの方がまだ楽しいのかなと思います。すぐフィードバックが来るというか、正しい発音と自分の声をすぐ聞き比べることができるので、おすすめです。聞き取れるジャンルと聞き取れないジャンルの差が激しいです。ある一定のテーマを持って話している動画はすんなり聞き取れるのですが、そうでないもの、例えばネイティブの方が友達とわちゃわちゃ遊んでるみたいな感じの動画は全く意味が取れないです。めちゃくちゃわかります。字幕をオンにして字幕を読んで全くわからないことが多くて、これって全てチャット GPT のかけて意味を理解した方がいいのでしょうか？それとも続ければいずれわかるようになりますか？めちゃくちゃわかります。で、字幕があるんですね。その友達同士でわちゃわちゃやっているっていう動画って大体字幕はないから一番大変だというか、もちろんそういうのを聞き続けているうちに理解できるようになると思います。いわゆるインプットの原則で言ったらやることは一緒なんですけど、でも上級者になってもそういうわちゃわちゃ系でちょっとついていけないとか、特に話の順序がないというか、いろんな声が飛び交ってみたいなのが、そういう雰囲気って正直今でも私は苦手です。これはもう日本語力なのか、自分がもうそういう場が苦手なのかわからないんですけど、で、字幕があればその字幕をにして調べていく。で、わからなければずっと GPT に入れるっていうので全然効果があるのかなと思います。で、全部を調べてたらキリがないので、もう普通に聞き続けるだけではいずれわかるようにはなるかなと思います。
で、なんでそこはなかなか上達しないかというと、やっぱりわちゃわちゃした会話を聞く機会ってそこまでないんですよね。こういうインプットをたくさん聞くようにするとか、そういう動画ばっかりの YouTuber がいればそればっかり見るとか、あとわちゃわちゃとは若干違うかもしれないですけど、普通の音声をわざわざ編集して、音質を悪くしてみたいな、自分の聞くインプットにすごくハンデをかけるような、そういうことをしていくと、聞き取り力とそういう聞き取れなかった部分の推測力がある程度鍛えられるんじゃないかなと思うんですけど、私もやろうかな。スピードの速さは少しゆっくりにするのはダメでしょうか。例えば最初は自分が内容をしっかり理解できるスピードで 0.8 ぐらい始め、徐々に元の速さにしていくという感じで、全然大丈夫だと思います。そういうことをされたことあります。僕はそんなないですけど、そうですね、早いものは正直慣れるしかないので、極端な話、それで早いものを全部避けて、ゆっくりな言葉しか聞かないっていうんだったら、いつまでも早い言葉を聞き取れるようにはならないんですけど、別に最初は落として、もう一回元のスピードで聞いてみたいなことをやったところでダメージはないと思うので、全然やっても問題ないと思います。言語学習の初期段階における単語不足について知りたいです。現在フランス語を勉強していますが、ドラマを見るための手持ちの単語が不足しています。フレーズで覚えるみたいなのは結局単語帳を覚えるのと一緒だし、楽しくないので、勉強を始めたての段階での単語の覚え方を教えてください。ここは特に近道はないので、そのドラマを見て、あれば字幕、フランス語の字幕をつけて、気になった単語から調べていくしかないんですけど、で、フレーズで覚えるっていうよりは、フレーズを借りに行く感じですね。フレーズ狩りをして、そのフレーズをどこかに保存するっていうイメージですね。で、定期的に見ればいいんですね。フラッシュカードだと、アルゴリズムでちょうどいいタイミングで表示されたりしますし、手帳で書いたとしたら、自分で開いて定期的に読むっていうのをやると、この言葉があるんだなというふうに馴染みが出るんですね。一回だけ出てきて調べた単語ってすぐ忘れちゃう可能性が高いんですね。よっぽど印象に残らないと。で、そうやってフレーズを保存して定期的に見ることによって頭の片隅に残っちゃって、またドラマ見てる時にその単語もう一回出てきたら、この言葉だってなります。なのでフレーズを単語帳みたいにフレーズを暗記する、覚えるっていうことではなくて、フレーズを保存することによって自分の中長期記憶に投げるっていうイメージです。あとは自然な頻度で記憶に定着しています。できるだけつまらなくなくしたいので、特に初級者の間は、そのドラマの好きなシーンの、印象に残ったシーンのそこのセリフとか、自分が個人的に面白いと思ったフレーズとか、そういうところからピックアップし始めることをお勧めします。言語って一番品質する1000単語が、日常会話の 80% とかそういうのを結構聞くじゃないですか。なので初級の段階で覚える単語ってびっくりするほどめっちゃ頻繁に出てくるんですね、インプットしていると。基礎的な単語っていうのは結構一気に語彙力が増えますので頑張ってください。2年で話せるようになるためにはかなり長時間見ないといけないとかはないんですかね。時間避けても1時間ぐらいしかない場合は2年を諦めるしかないのだろうか。別に1日に1時間ぐらいしか作れなくても、作れる時間だけやってくれたらいいと思います。で、その1時間より5時間毎日やった方が上達するよねって言われたら、その通りかもしれませんけど、私たちには人生があるので、普通に日常で暮らしてたら、そんな大量の時間は避けない。それはもうしょうがないことです。なので、英語に与えられる時間だけやっててください。毎日長時間やらないと上達しないということは絶対にないので、イマージョンは1日8時間以上やることだ。少ない時間数はイマージョンではないみたいなことを聞いたことあるんですけど、それって正直有害な考え方だと思います。こういうのって習慣の積み重ねなので、毎日1時間しか触れなかったとしても、毎日1時間英語に触れてるっていうのは積み重なっていくので、やめない限り英語は上達続けます。で、2年で話せるようになるかどうかは正直わかりません。話せるとはどのくらいのレベルを指してるのかにもよります。2年後に会話ができる状態になりたいって思うんだったら、そこからじゃあ逆算して、じゃあそれに向けてアウトプットの準備をし始めるとか、英会話をしたりとか、そういうのしたらいいと思うんですね。別に自分のアウトプットが最初から完璧でやる必要はないので、もちろんインプットはサボってほしくないです。別に会話練習をしながらも、たくさんインプットを続ければ、自分の英語力はさらに上がっていくので、これって別に少しずつ上達していくものなんで、急いでほしくないとは思うんですけど、もちろん2年っておっしゃってるので、2年後に何かあるから、そういう目標があるのではないかと思うんですけど、自分ができる限りやるしかないのかなと思うので、
で、はい。答えにならなくて申し訳ありませんが、応援しております。はい。さらに質問があればコメントで教えてください。今度はそんなに時間かからないようにはいたします。はい。ありがとうございました。